皆さんこんにちは、ロック204チャンネルです。このシリーズでは、マイクロビットとパソコンを連携させる、シリアル通信について解説しています。シリーズ第4弾の今回は、いよいよ実践編、これまで学んだ知識を活かして、マイクロビットをコントローラーにしてパソコンのゲームを操作するプロジェクトに挑戦します。電子工作とプログラミングの組み合わせで、どんなものが作れるのか、一緒に見ていきましょう。今回のプロジェクトの全体像がこちらです。左側にあるのが送信側となるマイクロビット。そして右側が受信側となるパソコンです。この2つを USB ケーブルで接続します。マイクロビットのボタンを押すと、その情報がシリアル通信という技術を使ってパソコンに送られます。パソコン側では受け取った情報に応じて画面の中のプレイヤーを左右に動かしたり、ビームを発射したりします。つまり、手元のマイクロビットが本格的なゲームコントローラーに変身するというわけです。では、実際にプログラムを動かすと、どのように見えるのかを見ていきましょう。まず、パソコンでプログラムを実行すると、このような黒い画面のウィンドウが表示されます。ここがゲームのステージになります。ウィンドウには、マイクロビットを PC に接続し、下のスタートボタンを押してゲームを開始してくださいという案内が表示されていますね。このスタートボタンを押すと、コムポート選択という小さなウィンドウが現れます。これはパソコンに接続されているマイクロビットがどの接続口ポートを使っているかを確認するためのものです。利用可能なポート番号を入力して OK を押します。少し専門的ですが、パソコンとマイクロビットが正しく握手するための大事なステップです。コムポートの選択が終わると、いよいよゲームスタートです。画面上部には、ゲーム中、マイクロビットで操作してください、と表示され、上から敵キャラクターが降りてきます。ここからは、マイクロビットの出番です。A ボタンを押すとプレイヤーが左に、B ボタンを押すと右に移動します。そして、A ボタンと B ボタンを同時に押すと、ビームが発射されます。敵をビームで撃ち落とすとスコアが上がり、逆に敵が画面の下に到達したり、プレイヤーにぶつかったりするとスコアが減ります。そして、スコアが0になるとゲームオーバー。最終スコアが表示されます。シンプルなシューティングゲームですが、自分で作ったコントローラーで操作するのは、とても楽しいですよ。ちなみに、今回のプロジェクトでは、ページという GUI 設計ツールで作成したファイルが使われています。Python のコードファイルや画面デザインに関するファイルなどです。今回は特に重要なマイクロビットを動かすためのコードと、パソコン側でゲームを制御するコードの2つに注目して、中身を少しだけ覗いてみましょう。まず、コントローラーとなるマイクロビット側のプログラムを見ていきましょう。こちらはコードの前半部分です。最初に、シリアル通信を初期化しています。そして、ホワイルトゥルーのループの中で、ボタンが押されているかを常にチェックしています。ここで注目したいのは、A ボタンと B ボタンが同時に押された時の処理です。S という文字、つまり、シュートを打つの信号をパソコンに送信し、LED には上向きの矢印を表示します。続いて、コードの後半です。ここでは、A ボタンだけが押された場合と、B ボタンだけが押された場合の処理が書かれています。A ボタンなら、レフト左を意味する L を、B ボタンなら、ライト右を意味する R をパソコンに送ります。そして、それぞれの向きの矢印を LED に表示します。何もボタンが押されていないときは、LED を消して、少し待機するようになっています。このように、ボタンの押し方によって送る信号を変えるだけで、複雑な操作を実現しているんですね。こちらはゲーム 02.py の冒頭部分ですが、ページで生成されたコードの修正はありません。次にゲーム 02_support.py の追加、修正部分を見ていきましょう。まず、プログラムの冒頭では、ゲーム作りに必要な様々なライブラリー、つまり道具箱を読み込んでいます。画面を表示するためのテイキンターや、マイクロビットと通信するためのシリアルなど、これから使う機能が詰まった部品たちです。ここでは、
ゲームの現在の状況を保存しておくための変数を設定しています。SAR はマイクロビットとの通信状態、ゲームアンダーラインランニングはゲームが実行中かどうかを保存します。スコアは現在の得点、プレイヤーやエネミー、ビームは画面に表示されている各キャラクターそのものを保存しておくための変数です。ビームアンダーラインアクティブは、ビームが発射中かどうかを管理し、ビームの連射を防ぐ役割を持っています。こちらのスライドでは、ゲームの基本的なルールや物理的な制約を決める設定値を定義しています。キャンバスアンダーラインウィドスとキャンバスアンダーラインハイトは、ゲーム画面の横幅と高さです。プレイヤーアンダーライン Y アンダーライン POS は、プレイヤーキャラクターが表示される地面の高さを決めています。そして、プレイヤーアンダーラインスピード、エネミーアンダーラインスピード、ビームアンダーラインスピードは、それぞれのキャラクターがどれくらいの速さで動くかを決める値です。これらの数値を変更するだけで、ゲームの難易度を簡単に調整することができます。メイン関数は、プログラムを実行した時に最初に呼び出される、いわば玄関のようなものです。ここでゲームのウィンドウ画面を生成しています。イニット関数は、その名の通り、初期化を行う部分です。画面に配置された、スタートボタンや、終了ボタンが押されたときに、どの関数を呼び出すかを割り当てる、という重要な設定を行っています。オンアンダーラインボタン1アンダーラインクリックは、スタートボタンが押された時の処理です。ボタンの表示が、スタートならゲームを開始し、ストップならゲームを停止する、というように状況に応じて動作を切り替えます。オンアンダーラインボタンにアンダーラインクリックは、終了ボタンの処理、そしてオンアンダーラインクロージングは、ウィンドウの閉じるボタンが押された時の処理です。どちらも、ゲームが動いている場合は安全に停止させてからプログラムを終了させる、という役割を担っています。ここからが、スタートボタンが押された後のスタートアンダーラインゲームという関数の内部処理です。まず、パソコンに接続されているシリアルポートの一覧を取得します。もしマイクロビットが接続されていなければ、ここでエラーメッセージを出して処理を中断します。接続されているポートが見つかったら、ユーザーに入力を促すダイアログボックスを表示します。ユーザーがコムポートを入力すると、次はそのポートを使って、実際にマイクロビットとの通信を確立しようと試みます。try.except という構文で、もしポートが開けないなどのエラーが発生した場合は、エラーメッセージを表示して、ユーザーに知らせるようになっています。無事に接続が成功すれば、いよいよゲームの初期化に進みます。マイクロビットとの接続が完了したら、ゲーム画面を整えます。スタートボタンをストップに変え、案内のメッセージもゲーム中に更新します。そして、スコアを初期値にセットし、プレイヤーと敵のキャラクターを生成します。最後に、マイクロビットからの信号を読み取る処理と、ゲームを動かし続けるループ処理を、それぞれバックグラウンドで開始させます。こちらはゲームを停止するストップアンダーラインゲーム関数の処理です。まず、ゲームアンダーラインランニングをフォルスにすることで、ゲームのメインループを止めます。そして、開いていたマイクロビットとの通信ポートを閉じ、画面上のプレイヤーや敵などのキャラクターをデリートオールで全て消去します。最後に、各種変数を初期状態に戻し、メッセージを更新して、いつでも再開できる状態にします。ゲームアンダーラインオーバー関数は、スコアが0になった時に呼び出されます。先ほどのストップアンダーラインゲーム関数でゲームを止めた後、ゲームオーバーというメッセージと最終スコアをダイアログボックスで表示します。アップデートアンダーラインスコアアンダーラインディスプレイは、スコアの表示ラベルを現在のスコアの値で更新するためのシンプルな関数です。アップデートアンダーラインスコアは、敵を倒したり、見逃したりした時にスコアを増減させる関数です。スコアを更新した後、もしスコアが0以下になっていたら、ゲームアンダーラインオーバー関数を呼び出してゲームを終了させます。クリエイトアンダーラインプレイヤーは、プレイヤーキャラクターを画面の元、中央の位置に四角形として描画する関数です。クリエイトアンダーラインエネミーは、敵キャラクターを生成する関数です。ランドンドットランディントを使って、画面の横幅の範囲内でランダムな X 座標を決定し、
画面の最上部に赤い四角形として敵を描画します。これにより、毎回違う場所から敵が出現するようになります。リードアンダーラインシリアルアンダーラインデータは、このプログラムの司令塔ともいえる重要な部分です。ゲームが動いている間、常にマイクロビットから送られてくる信号を待ち受けます。L を受け取ればプレイヤーを左に、R なら右に、S ならビームを発射するように、それぞれの関数を呼び出します。アップデートアンダーラインゲームは、ゲームのメインループです。ルートアフター50という記述で、約 0.05 秒ごとに自分自身を呼び出し、ゲームを進行させます。ムーブアンダーラインプレイヤーは、プレイヤーを左右に動かす関数です。プレイヤーが画面の外に出てしまわないように、移動できる範囲を制限するチェックも入っています。ムーブアンダーラインエネミーは、敵キャラクターを下に移動させる関数です。敵が画面の一番下まで到達してしまったら、その敵を消去し、新しい敵を生成します。この時、プレイヤーは敵を1体見逃したことになるので、ペナルティとしてスコアを1点減らします。ファイヤーアンダーラインビームは、ビームを発射する関数です。ビームアンダーラインアクティブがフォルス、つまりビームが発射されていない状態の時だけ、新しいビームを生成します。ビームはプレイヤーの少し上の中央から発射されるように座標を計算し、黄色い四角形として画面に描画します。発射と同時にビームアンダーラインアクティブをトゥルーにして、連射を防ぎます。ムーブアンダーラインビームは、発射されたビームを上に移動させる関数です。もしビームが画面の一番上まで到達したら、そのビームを消去し、ビームアンダーラインアクティブをフォルスに戻します。これにより、プレイヤーは再びビームを発射できるようになります。ここからは当たり判定を行うチェックアンダーラインコリジョン関数の前半です。ビームと敵、両方が画面に存在するときに、それぞれの四角形の座標を比較します。もし、2つの四角形が重なっていたら、衝突したと判断し、ビームと敵の両方を画面から消去します。そして、スコアを1点加算し、新しい敵を生成します。チェックアンダーラインコリジョン関数の後半では、プレイヤーと敵の当たり判定を行います。ビームと敵の判定と同様に、プレイヤーと敵の四角形が重なっているかをチェックします。もし衝突していたら、敵だけを消去し、ペナルティとしてスコアを1点減らします。そして、新しい敵を生成してゲームを続行します。このように、パソコン側のプログラムは、たくさんの小さな機能が連携することで、一つのゲームとして成り立っているんですね。今回は、シリアル通信を使用してマイクロビットで PC 画面のゲームを操作するプログラムを紹介します。マイクロビットをコントローラーとして、PC 上のシューティングゲームのプレイヤーを動かします。A ボタン、B ボタンで左右への移動、AB ボタンの同時押しでレーザーの発射を制御します。それでは、PC のプログラムを実行してみましょう。プログラムがスタートしたら、ポートを設定します。この画面で、COM3 などのポート名を入力し、OK ボタンを押します。すると、このように画面上部から敵が徐々に降りてきます。これを下のプレイヤーをマイクロビットで移動しレーザーを発射し敵を破壊します。敵を破壊するとスコアがプラス1されます。反対に敵をスルーしたり、敵とプレイヤーが接触するとマイナス1されます。スコアが0になるとゲームオーバーとなります。スタートボタンは、一度押すとストップボタンに変更されます。このストップボタンを押すと、またスタートボタンに変更となり、ゲームを再開することができます。そして、終了ボタンでプログラムを停止します。というわけで、今回はマイクロビットをゲームコントローラーにして、パソコンのゲームを操作するプロジェクトに挑戦しました。
一見難しそうに見えるかもしれませんが、やっていることは、ボタンが押されたら、特定の文字を送る、文字を受け取ったら、キャラクターを動かすという、シンプルな命令の組み合わせです。この仕組みを応用すれば、例えばマイクロビットの傾きセンサーを使ってレースゲームのハンドルにしたり、加速度センサーでキャラクターをジャンプさせたりと、アイデア次第で様々なオリジナルコントローラーを作ることができます。皆さんもぜひ、自分だけのコントローラー作りに挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。